こんにちは。チキチキバンバンマリコです。しもです。はい。今日は走行充電システムの改善に来ました。はい。過去の動画で私たちが走行充電を作るっていう動画があったと思うんですけど、それでねやっぱり素人が作業したので、もういろんなねコメントをねその後いただきました。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。でやっぱりそのインバーターを取り付けるときに、車から抜直でつないだんですけど、それが危ないよっていう指摘がすごい多くて、例えばヒューズをつけなきゃいけないよとか、コルゲートチューブでちゃんと保護しなきゃいけないよっていうコメントとか本当にたくさんいただきました。はい。ちょっとねやっぱりそのままだと安全性に欠けてて、なんか何か起きたら短絡して、もし最悪の場合、もう燃えちゃうっていうことで、もうしっかりねそういうことが起きないようにちょっと改善していきたいなと思います。はい。それですね、自分たちでやることも考えたんですよ。いろいろ調べて、ヒューズとかも買ったし、チューブも買ったけど、やっぱそこでちょっと思いとどまって、なんかヒューズつけたらつけたでやっぱ素人がつけると、ヒューズつけても短絡するかもしれないし、さらに危ないことが起きるかもしれないって思って、ちょっと今回は本当にプロにお願いしようっていう結論になりました。はい。でここはどこですか？ここはですね、ここは岐阜県下呂市の日本特殊車両協会の岐阜事務所です。山々が綺麗だな。のどか。ということでね、今回は本当にチャンネルでたくさんお世話になっているヨッシーさんにお願いをして、そのヒューズ問題とか、コルゲートチューブ問題とかを改善していっていただこうと思っています。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ニヤニヤしております。とてもニヤニヤしております。これがああいう風に練習されるんだなと思う。それではやっていきましょう。この前インバーターを接続した時に、このねバッテリーからインバーターまで直接つないでしまっているんですよ。ね。で今この状態だと、もしも事故とかにあって、ここがバンって潰されて、ここの被覆がむけて、それがボディに当たった時とかにもうショートして、ここで火花がバチバチバチって飛んでしまうので、今回まずこのヒューズを取り付けたいと思います。でこのヒューズをなるべくバッテリー側に、バッテリーのすぐそばにつけることによって、もし万が一その事故が起きて、ここがガッて切れたとしても、ヒューズでここでシャットアウトしてくれるので、ここから先の線は無事にその電流が流れるっていうことがなくなります。本当にプラス側のそばにつけるっていうのが大事らしいね。そしたらもうここまでしか電気が流れないから。でこれはどういうヒューズですか？はい。これが100アンペアを超えるとヒューズが飛ぶっていうものを買いました。でこれを100アンペアにした理由が、私たちのインバーター1000ワットまでなんですけど、一応私たちはポタ電の充電の500ワットだけで使う予定です。で500ワットまでだと52アンペアぐらいしか流れないので、かなり余裕がある。で基本的にはそのポタ電の充電だけで使う予定なんですけど、万が一ね本当に緊急の時、インバーターから使わなきゃいけないっていう時でも、その1000ワットなので、100アンペアまで余裕を見てヒューズをつけることにしました。でこれはね何回も繰り返し使えるものなんです。そう。ヒューズには2種類あって、もう1回切れたらそこで終わりっていうものと、このブレーカー式100アンペア以上の過電流が流れた時にパッてブレーカーが落ちるような感じになってます。もう家のねブレーカーと同じような仕組みで、ブレーカーが上がっても何度でもこうやってやり直せるっていうような感じになってます。これが切れるタイプのヒューズです。普通の車の四角いブレードヒューズはだいたいどの車にもスペアがついてるけど、ああいう缶のヒューズだとなかなか80アンペアって大きいの売ってないんで、切れるとちょっと面倒くさいんで、こっちのサーキットブレーカータイプ、ちゃんと1回きりじゃなくて毎回回復できる。いいですね。じゃあこのサーキットブレーカーをつけてきますけれども、取り付けの台座がないとブラブラしちゃうので、こういうところにこうつけちゃうと危ないので、それはそれで危ないんですね。配線の途中にこういう多少重たいものがあって、これが振動すると配線もどんどん劣化していっちゃう。それによってまた短絡とか。そうですね。危なかったです。もし自分たちでつけてたらこういうとこつけてそうですもんね。つけてそうです。いやヨッシーさんに頼ってよかった。本当によかったです。とりあえずここにつく感じで、ここに鉄板でステー作って、すごい。バッテリーからここへ入れて、
から後ろへ行くっていう感じにちょっと変えていきたいと思います。はい。L アングルだったのをこうなってたのを切って、はい、とここをちょっと車側に干渉する部分をカットしただけです。はい、これでとりあえず今、バッテリーのマイナスは開いてるので大丈夫です。すごいことになってるなこれ。ちょっとカバーなくてぐるぐる巻きにしました。でもそれもダメって言われてるね。結束バンドタッチ。今回こっち側へまとめます。はい。それなんですか？先っちょにつけたの。先っちょがばらけないようにする端子。そんなのがあるんだ。これで今プラス側のバッテリー側の配線が早い。救急車以外でもこんだけいっぱい配線来てるもんなんですか？普通は1個か2個ぐらいなんですけど、これ救急車でバッテリー2つつながってたりするんで、ちょっと端子の数は多いです。なるほど。あ、嬉しい。全部そっちから言ってくれてる。あ、本この辺にこうつく感じで。当。すごいフィット感。でね、なんか特にやっぱ皮膚が剥けやすくなってる部分っていうのが、グロメットから通してるんですけど、そのグロメットのねあたりの金属にこう擦れて、で皮膚が剥けやすくなってるらしいです。プラス側をねコルゲートチューブでしっかり保護していこうと思っています。運転席側にはこうやってこうやってこうやって回して、でこっちにインバーターが置いてあります。用意していただいたコルゲートチューブが切れ目が入ってないので、バーッと先っちょから通さないといけないんで、もう一気にここまで仕上げちゃいます。はい、すいません。お、来た。すごい早い。お、来た来た。わあ、すごい。ああ、こっち通った通った。一応ここまで来ました。インバーター側にもつきました。はい。コルゲートチューブはボディに触れてるとこを保護すればいいので、このちょっとね残ってるけど、ここはもう室内側なので大丈夫ということです。はい。はい、ありがとう。基本的に純正の配線がここを通ってるので、メーカーがここに配線を通すんだったら、まあ、安全な場所っていう。できるだけ純正の配線とかと同じところを通す方が影響は少ないので、なるほどです。今からまあここへつなぐ形です。すごい美しいです。美しい。うわー、すごい綺麗。綺麗。すごいね。そして綺麗だね、配線が。プロの仕事って感じ。自分たちは絶対できなかった、これは。本当にやっぱりね、自分たちでやってたら不安が残ったよね。一応保護しなきゃっていう気持ちはあってでもどうしていいか分からずビニールテープで巻いただけです。何をするのがいいんですか、これ。本当はちゃんとしたカバーを、左のやつと同じような。はい。これもともと買った時からついてなかったんですよね、ここ。一般の車はついてるんですけど、こういう特殊な車ってもう特殊な整備士とかしか触らないので、多分普通の人が触る可能性がある一般の車だと、こういうチューブとかも全部赤を必ずプラス端子を、使ったりするんですけど、純正黒で。なるほど。もうちょっといろんな棚を普段から見ていただくと、すごい、そんなのあるんだ。わー、すごい。これ普通にホームセンターの
電材コーナーに行くと売ってます。そうなんですか。素晴らしいです。カバーがつきました。はい、ということでステーの取り付けが完了しました。もう黒にも塗ってもらってすごい備え付けかのような出来栄えです。バッテリーから出る電流が1回ヒューズを通ってでインバーターに行くと、素晴らしい、ということでね、今回はこの前回やった走行充電の欠点を修繕していただくっていう形だったんですけど、ちょっとヨッシーさんと話してたらあることに気がついたんですよ。まあ、この型のグランビアと、あと現行のハイエースなんかもそうなんですけど、特殊車両とあと寒冷地仕様は、デュアルバッテリーって12ボルトなんだけど、バッテリーが2つついてるモデルが稀にあります。でこの場合キャンピングカーみたいなアイソレーターをかましたサブバッテリーシステムではなく、ただの並列12ボルト。結構珍しいんですよね、この珍しいですね。車に使うのはシングルバッテリーにして、もう一つをアイソレーターをつけてサブバッテリーにしてしまった方がいいんじゃないかという提案をちょっとさせてもらってます。ね、そうすると車のバッテリーを食うことがないから、そうですね、インバーターの方を無理して使ってもサブバッテリーが上がるだけでメインバッテリーは上がらないので、車を動かす部分には影響がない。そっちの方が安心です。安心ですね。さらに室内の電力の強化にもなりますよね。そうですね。並列接続の判断できたのは、まずマイナス端子が両方共通端子でボディアースに行ってます。でプラス側もこのちょっと奥まってるんですけど、この太い線でプラスとプラスがもうつながっちゃってるので、もうこの2個1つで大きいバッテリーっていう形になっちゃってますね。なのでここのプラスのこういう他のところへ行ってる線を全部こっちへまとめてあげれば、これ1台で全部車は動くので、で奥のこのバッテリーがいらなくなる。なので途中にアイソレーターつけて、こっちに満充電が終わったらこっちに充電するっていうのがアイソレーターになるので、後ろのインバーターの線をこっちへつなげばインバーターだけはサブバッテリーから、それ以外の車の部分はメインバッテリーからっていう分けれるようになります。なるほど。救急車時代の特装車の時は、アイソレーター使ってサブバッテリーシステムっていうのを使わなくても、救急車って基本出動中はエンジン止めないので、後ろの電力使ってる時はもう必ずエンジンがかかってるんで、多分メインバッテリーを強化する意味もあって、ただの並列で十分賄えてるとは思いますね。まあそのサブバッテリーシステムにするっていうのも、もしかしたらまたヨッシーさんにお願いするかもしれないので、その時はぜひよろしくお願いします。お願いします。ちなみになんですけど、もしそのサブバッテリー化したらインバーターの電源オンにしっぱなしでも大丈夫なんですか？大丈夫かって言われると、待機電力インバーターが使ってない時にどれくらい電気使うのかによるんですけど、このサブバッテリーがどんどん減ってく、でまた充電することになるので、サブバッテリーは負担が大きくはなります。なるほどです。リレーをつけた方がですね、普通のもっとコンパクトな300ワットぐらいのインバーターとか、小さなインバーターだったらリレーもあるんですけど、100アンペア流せるリレーっていうともう結構大きい、通常のリレーだと使えないので、あるはあります。ウインチとかそういうものに使うリレーが100アンペアとか対応しているのがあるので、そういうのでガチャンとリレーを入れればいいんですけど、配線とかももちろん太いの使わなきゃいけないので、その簡単にリレー入れてアクセサリーでオンオフすればいいじゃないっていうほど簡単な作業ではないです。そうなんですね。なんか
いっぱいコメントもらってたから、もう私たちでも簡単にできるのかなとか思っちゃって、もうちょっとこの流す電流が小さいものだったら、確かに簡単にリレーでそうなんですね、オートバックスとかで売ってるリレーキットでできるんですけど。はい、ということでブレーカーのチェックをしていきます。はい、まずは、今ブレーカーが接続されている状態、普通に電流が流れてインバーターがオンになるはずです。はい、今エンジンかけました。インバーターのスイッチをオンにします。ついた。オッケー、ちゃんとつながってるね。いいね。はい、じゃあ次にブレーカーを落としてみます。はい、オッケー、これでもうこっちには流れないはず。スイッチオンしてみます。はい、あ、つかなかった。一瞬光ったんだけど消えた。あ、そうなんだ。だからもう一回電気パッて残ってるのが来て、でも続けてこないから消えた。なるほど。出ます。あ、もうつかない。ブレーカーが機能してることが分かったね。ね、これがね、ちゃんとその100アンペア以上流れた時にブレーカーが落ちるのかっていうのはなかなかずっとそれは今検証できないけどね、ちゃんとした商品だといいなっていう感じです。はい、はい、ということで走行充電のいろいろ不安だった点を今日解消することができました。はい、本当にヨッシーさんにはね、本当に感謝しかありません。ありがとうございます。いろんなコメントいただいて怖くなっちゃって、今まで使ってこれなかったんですけど、これからの旅ではね、バシバシ使っていきたいなと思います。はい、まあ、でもね、とはいえね、ちょっとコメントで結構ご指摘いただいてたんですけど、車のバッテリーを使う機器、例えばヘッドライト、ワイパー、エアコンとかをバンバン全部使ってる時にこのインバーターも充電しちゃうと、ちょっとオルタネーターの発電量がもしかしたら追いつかない可能性もあるので、まあ、そういう場合はインバーターの電源は絶対にオフにしたいなと思っています。はい、でね、今回お手伝いしていただいた日本特殊車両協会さんのチャンネルも概要欄に貼っているので、まあ、私たちもねたまに出させてもらってますし、なんか車の改造についての動画をすごい詳しく上げているので、ぜひ皆さん見に行ってください。はい、ということで今回も見ていただきありがとうございました。少しでもいいと思ったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。バイバーイ。